こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのこれをやったら死ぬよというものを3つご紹介したいと思います。全然ボールにならないので驚いてないっていうことですかね。よいしょ。ボールパイソン、これをやったら死んじゃうのでやめてくださいねという3選。その1つは暑すぎ、寒すぎ。ボールパイソンはですね、もともとはアフリカが原産のヘビですけれども、だからといってそんなに暑さに強いわけではないんですね。ボールパイソンを飼うにあたって一番適しているのは、当店の場合だと寒くて28度、暖かくて32度というのを目指しています。これを超えるとすぐ死ぬとか弱るというわけではないですけれども、これを上回って33度、4度、5度、6度ってなっていくと、やっぱり消耗していっちゃうわけです。40度を超えるともう危ないですね。なので暑すぎ、それから寒すぎって何度から寒すぎなのかっていうのはなかなか難しいところがありますが、うちは28度を切らないようにしています。それでもやっぱり夜になると少し下がったり季節によってはしたりするんですが、とにかく28度をキープするようにしています。じゃあ暑さと寒さはどっちに強いの、どっちの方が弱いのということに関しては、ボールパイソンは実はですね、寒くならないように寒くならないようにということを言われたりするんですけど、暑さの方が弱いです。例えばすごく寒い極度の低温にさらされたとしてもしばらくは生きていることができる。そして寒すぎて仮死状態になったとしても帰ってくることができるパターンもありますけれども、暑すぎだとですね割と早く死んでしまうので、どっちの方を気をつけるかっていうと、うちでは夏場の方が気を使ったりはしますね。移動の時とか、輸入をしているので持って帰ってくる時とか夏はかなり気を使います。もちろん寒いのもダメですけど、暑すぎたり寒すぎたりすると死んでしまうということを覚えておいてください。ボールパイソン、これをやると死んでしまうその2は、乾燥しすぎです。うちではですね、だいたい 60% から 80% の湿度を維持するようにしています。ボールパイソンは肺が片方しかないんですね。昔は2個あったのかもしれない、名残は見えるんですけど、片方を退化してしまって今では1つしか肺がないということが分かっています。なので呼吸器系の疾患になりやすいわけです。呼吸器系の疾患になる原因として大きく挙げられるものが先ほどお話しした温度管理、それから乾燥ですね。乾燥しすぎていてボールパイソンの肺とかがあるいは気管支とかがダメージを負って病気になってしまうということがあるので、乾燥しすぎないように気をつけてください。じゃあ 60% から 80% を目指していて、50を切らないようにはしています。これが40になった30になっただからすぐ死ぬというわけではないですけれども、日本はやっぱり冬はかなり乾燥するので、湿度が下がりすぎないように水入れを大きくするとか、あるいは保温器具の近くに水を置いてあげるとか、あるいは霧吹きをしてあげる、いろいろな方法でボールパイソンが健康に生きていけるための湿度を維持してあげてください。ボールパイソン、これをやったら死ぬその3は餌あげすぎですね。早く大きくしたいという気持ちはすごくよくわかりますが、もうどんどん食べれば食べるほどあげていくとか、あるいはボールパイソンはですね、拒食といって食べなくなりやすい生き物なので、アシストとか矯正といって無理に食べさせるテクニックとかもあったりするんですけど、早く大きくなりたいからもう何匹もあげる、アシストをしていく、矯正をしていく、そうして早く大きくするということはよくありません。特にですね 100g に満たないぐらいのボールパイソンだと消化器っていうのが全然発達していないので、安定していないので 100g を超えるまでは特に気をつけて餌をあげすぎないということを意識してほしいなと思います。なんか急に体調が悪くなったとか、餌もよく食べていたんだけど死んでしまったんですというお話を聞いたりすることもありますけれども、そういう時にはもしかすると小さいのに餌をあげすぎているということがあるかもしれません。200g、300g になってくるとぐっと安定はするんですが、これはですね、この子は 88g なので、この子に何匹もというのはあげすぎなわけですね。元気だから食べるだろう、食べるから消化できるだろうというので、たくさん餌をあげるとある日思わぬことになってしまったりするので、餌はあげすぎない方が特に小さいうちはいいよということも覚えておいてください。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンがこういう風に飼ったら死んじゃうよということを3つお話ししました。1つ目は温度を高すぎ低すぎ、2つ目は乾燥しすぎ、3番目は小さいのに餌あげすぎ。適切な環境で適切な飼育の仕方で、ボールライフを楽しんでいただければと思います。
当店の生体在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。